本日はお忙しいところお越しいただきまして誠にありがとうございます。それでは早速2016年度の通期決算についてご説明をさせていただきます。本日のアジェンダですがご覧の通りでございます。まず最初は通期決算のサマリーです。ご覧いただいております通り、7期連続業績予想を達成、過去最高業績となりました。こちらは業績の5年間の推移を示しております。今期は決済、SSL、ドットショップなど、事業者として参入障益が極めて高く、かつ必然性の高い事業が従来のストック商材の成長に加え、インフラ事業を牽引いたしました。ネット証券事業は、マーケットが大変活況だった15年度に比べまして、16年度は変化の激しいマーケットとなりましたが、利益はほぼ前年と同水準となっております。各セグメントの状況につきましては、この後ご説明いたしますが、当社グループはストック収益の源泉を再配分、新たな分野へ再投資することにより持続的な成長につなげてまいりました。こちらは対前年営業利益の増減分析となります。インフラの大幅増が主要因となっております。続きまして各セグメントの状況です。ネットインフラ事業は増収増益となり、最高業績を更新いたしました。決済 SSL が牽引し、モメンタムも好調に推移をいたしております。ネット証券事業は減収微減益、下期にかけて外部環境の影響によりカバーコストの一時的な上昇があり減収。一方、利益面では前年と同水準が確保できました。ネット広告・メディアは増収増益。昨年行いましたアドテクシフトへの取り組みにより緩やかな回復基調となっております。引き続き自社のアドテク商材比率を上げていくことで利益率の改善を目指してまいります。モバイルエンターテイメントは今期はタイトル・体制の再構築に取り組み減収トレンドとなっております。来期に備えタイトルの仕込み中という状況です。続きまして2017年度の業績予想です。ご覧いただいてます通り、必要な投資を行いつつ利益は2桁成長するというスタンスです。さて、私どもの基本方針と今期の各セグメントのテーマです。強いところはより強く、弱いところはナンバーワンの商材を持つという基本方針に変わりはございません。ネットインフラ事業はドットショップを育てることに注力いたします。現状、EC 市場の拡大などの追い風を受け、国内外ともに順調に伸び続けている中、やはり中長期の柱として海外戦略の中心となるドットショップを育てていきたいという考えです。順調なスタートを切ったものの、海外マーケティングなど走りながら現在チューニングを行っております。今期はドットショップから出た利益を再投資し、足元の利益貢献よりも早期に収益の柱とすべく事業に集中してまいります。次にネット証券事業ですが、FX 取引高が5年連続世界ナンバーワンとなっております。
シェア拡大とともにマーケット環境、カバー先の状況など、様々な要因により収益を出しにくい局面もありました。この点においては、ビッグデータ解析基盤の導入を進めております。相場をさらに高速で分析し、適切なカバー取引を進めていくことで収益率が上がることを期待をしております。ネット広告メディア事業ですが、ここ数年取り組んでまいりましたアドテクシフト投資により、自社商材が徐々に立ち上がってきております。一方、昨年末から既存商材の一部の落ち込みが課題となっております。ネット広告市場では流行り廃りがあるのは当たり前のことですので、新しい自社商材の強化に引き続き取り組んでまいります。最後にモバイルエンターテインメント事業ですが、コストをミニマイズしながら新規タイトルに集中し、アップサイドを狙ってまいります。次のページは今期想定しております投資のサマリーです。まず GMO ペパボ社のミンネですが、中長期の柱とすべく今期もプロモーション投資を行います。ウェブ広告を中心に約13億円規模を想定しております。ドットショップは先ほどお伝えいたしました通りでございまして、今期の PL への影響はフラットでお考えいただきたく思っております。非英語圏のアジアを中心に展開する Z.com は昨年より事業基盤の構築を進めており、今期も数億円規模の投資により事業運営とプロモーションを行ってまいります。ネット証券事業セグメントです。今期事業領域が広がってまいりますので、今期よりインターネット金融事業としてセグメント名の変更をいたします。まず仮想通貨の交換・取引事業を GMO ウォレットで開始いたします。こちらは春頃のサービス開始に向けて現在準備を進めております。続きまして来年3月開業予定のネット銀行、そしてタイでの証券事業ですが、いずれもシステム開発投資が中心で、今期の PL インパクトは軽微でございます。先ほどご案内いたしました通り、インターネット金融事業とセグメント名称を変更してまいります。さて、株主様還元についてご説明申し上げます。基本方針に変更はございません。総還元成功 50% という基本方針に基づき進めさせていただきます。今期の1株配当は2円増配の23円とさせていただきます。2016年の最終利益72.3 億円から設定したルール通り、配当総額 23.4 億円、残りの 11.8 億円を自己株取得の枠とさせていただいております。この枠内で明日2月7日から12月30日までの期間に自己株式の取得を行ってまいります。続きまして通期決算概要となります。こちらは四半期業績推移です。対前年増収増益の決算となっております。このうち売上についてでございますが、ストック収益型のインフラを土台に好調に推移をいたしております。続きまして利益でございますが、対前年でインフラが大きく伸びております。セグメント間で利益を再配分することで持続的な成長を目指してまいります。次のページは通期の PL のサマリーです。主な増減要因を補足のところに記載しております。ご覧くださいませ。
次のページは BS のサマリーになります。ネット証券事業の影響が大きいため、GMO クリックホールディングスの BS を一番右側に記載をいたしております。主だったところでは有利子負債が増えておりますが、証券事業における顧客資産の増加に対応するための一時的なものでございます。続きまして、当社グループの時価総額と持ち株相当額はご覧の通りでございます。次のページは通期のキャッシュフローのサマリーです。さて、こちらは当社グループの4つの事業領域を俯瞰した図でございます。インフラの契約件数、メディアのスマホユーザー、証券事業の口座数など、顧客基盤が順調に拡大をいたしております。12月末のグループの、仲間の数、パートナーと呼んでおりますが、パートナーの数は5156名、うち 45.5% がエンジニア、クリエイターという作る人です。当社グループは提供するすべてのサービスを自社開発にこだわり、この作る人の比率を近い将来 50% 超まで高めることを目標といたしております。続きまして、ネットインフラ事業の構成です。すべての商材におきまして、ナンバーワン、あるいは圧倒的ナンバーワンとなっております。続きまして、インフラ事業の5カ年間の推移を示しております。従来の月額などのストック収益の積み上げに加え、決済やミンネなどトランザクション収益が加わり、成長が加速いたしております。利益面におきましても、粗利率の高い決済および SSL が伸長し、大幅増となっております。こちらは四半期業績の推移でございます。オレンジ色は戦略投資部分です。年末の需要期を取り込み、決済が牽引し増収した一方、3級に計上いたしましたドットショップのイニシャル計上、セキュリティの大型案件との差分により減益となっております。一方、既存事業のビジネスのモメントは大変好調に推移をいたしております。こちらはインフラ事業のサブセグメントの売上推移です。各商材のストック収益が積み上がり、過去最高となっております。ネットインフラ事業のご契約件数でございますが、昨年度末で871万件となりました。年間100万件超え、毎月10万件のペースでインフラのご契約をいただいている計算となります。さらに加えまして、ドットショップの契約件数の加速を加味いたしますと、今年は年内で約1000万件の、インフラ事業、インフラ商材の契約件数を見込んでおります。おそらく皆様、インターネットの事業を展開している企業で、ストック型の商材を1000万件という単位で持っている会社は、国内はもちろんありませんが、世界的に見ても非常に珍しいケースではないかというふうに考えております。この1000万件は毎月、あるいは年に1回以上ですね、必ず収益をもたらし、ウェブサイトに関わるもの、あるいはメールアドレスに関わるものが大半でございますので、非常に継続率が高いというところが特徴でございます。おそらく国内でもね、それ通信キャリアさんなんかはこういう単位でお持ちかもしれませんけれども、なかなかいわゆるピュアなインターネットのプロダクトでこれだけの件数というのは珍しいと思いますので、ご注目いただければと思います。はい、続きましてインターネット証券事業の5年間の推移でございます。顧客基盤、FX シェ
共に拡大し収益率の改善に努め、3年前と比較すると利益水準がご覧の通り極めて高い成長をしております。対前年では減収微減益となっておりますが、16年はブリグジットやアメリカ大統領選など非常に変化の激しいマーケット環境下において、下記にかけてカバーコストの増加などの影響が出てまいりました。利益面ではのれんの負担減、カバールールの最適化などに各種取り組みにより前年並みの着地となっております。そして四半期の業績はご覧の通り対前年増収増益となっております。FX 取引高が高水準で推移しているものの、低収益のドル円が中心となり、このような着地になっております。続きまして取引高は5年連続世界ナンバーワンとなり、シェアも継続的に拡大をいたしております。次のページは GMO クリックホールディングスの主要な KPI でございます。FX 取引に加え CFD など新たな収益の柱が育ってきております。変化の激しいマーケット環境に柔軟に対応し、引き続き顧客基盤の拡大、サービスの向上に努めてまいります。さて、こちらはですね、先日リリースをさせていただきましたサービスについてのご説明となります。金融業界初の VR、バーチャルリアリティ技術を活用した仮想空間上に仮想のディーリングルームを展開するアプリをこの2月の1日にリリースをいたしました。ちょっと動画をご覧いただければと思います。すでに出ておりますね。はい。目線を合わせることでチャートの拡大縮小、そして注文そのものが可能となっております。今後は AI の活用による投資のアドバイスなど金融の多様なニーズにお応えし、新しい価値の提供に取り組んでまいりたいと考えております。はい。さて続きましてインターネット広告メディア事業の5年間の推移です。売上は前年に大型受注があり1桁成長となりましたが、広告メディアともに成長をいたしております。一方利益面ではネット広告市場の変化への対応の遅れがありました。14年15年と組織面体制面の再構築を行い、アドテックシフトを早急に進めた結果、自社商材も昨年、立ち上がりようやく回復基調に持ってこれたと考えております。これからの成長をご期待いただければと思います。ご覧いただいておりますのが四半期業績の推移です。対前年で増収増益、対前年四半期では減益となっております。この減益の理由でございますが、ご説明申し上げた通り、自社商材は立ち上がってきているものの、既存利益率の高い、比較的高かった既存商材の落ち込みが影響しております。セグメントごとの四半期売上の推移です。ネット広告が自社商材を中心に好調に推移しております。次のページは広告メディア事業の上場各社昨年10月から12月のサマリーです。GMO アドパートナーズは増収増益、前年に取り組みました人材採用投資の成果もあり、インフィード広告、アカネが存在感を見せてきております。一方、既存商材の落ち込みが課題となっております。この既存商材と先ほどから3回4回申し上げましたのは J ワードという商材でございまして、ヤフーさんと提携してやっておる資本業務提携をしてヤフーさんに提供している商材なんですが、ヤフーさんの掲載位置の変更が行われた関係で一時的に売上がシュリンクしているということがございます。次に GMO テックでございますが、市場環境の変化に合わせまして組織の再編など構造改革に取り組んでいます。一方、従来から取り組んでいるストック型の O2O 事業は顧客基盤が順調に拡大しており、来期の黒字化定着が見えてまいりました。GMO リサーチは増収の減益、リサーチ収益は上期の進捗が良かったことから、パネル拡大のためのマーケティング投資を行ってまいりました。
GMO メディアは増収増益でございます。EC メディアポイントダウン経由の EC 流通額が拡大を続けるなど、引き続き好調に推移をいたしております。次はモバイルエンターテインメント事業の四半期業績の推移です。コストコントロール、体制の見直しを継続しておりますが、既存タイトルの減収トレンドにより、やや赤字幅が拡大いたしました。来期の新規タイトルに向け、開発を継続いたしております。皆様、来期というのは今期でございます。先ほどから私が来期と申し上げておりますが、今期でございますので、よろしくお願いします。続きまして、グループ戦略のご説明です。まずは民ネについてご説明をいたします。ご覧いただいておりますのは、民ネの四半期ごとの流通額の推移です。年末の需要期に送料無料やクーポンの配信などの販促企画を実施し、流通額は過去最高の 23.1 億円となっております。16年度は年間流通 83.9 億円と目標の100億円を下回ったものの、マーケティングノウハウの蓄積、機能強化に集中した1年となりました。C2C の分野はまだまだこれから伸びていく市場ですので、これまで蓄積いたしましたビッグデータを活用し、今期はさらに積極的なマーケティングを実施してまいります。続きまして、金融決済領域についての戦略をご説明いたします。各事業領域におきまして、引き続き順調に進捗をいたしております。まずネット銀行でございますが、要件定義から本格開発フェーズに突入し、着々とプロジェクトが進行しております。今までのネット銀行にない様々な機能を提供し、多くの方にお喜びいただきたいと思っております。発表はもう少々お時間をください。続きまして、ドットショップでございます。昨年9月に登録を開始し、好調なスタートに加え、昨年度内10万件の目標も達成することができました。そして本年度1月の11日から中国での販売も開始し、グラフに変化が現れておりますので、ご確認がいただけると思います。1月末から残念ながら中国旧正月でございまして、若干ペースダウンをしておりますが、昨日今日とまた回復基調で、どこまで伸びるか非常に期待したいというふうに思っております。直近の登録件数が多分14万件を突破したというふうに思っております。月間登録件数は12月は 1.5 万件、1月 2.6 万件でございます。累積今申し上げた通り足元で14万件突破。引き続き海外レジストラ様との連携を強化し、件数を伸ばしていきたいというふうに思っております。イメージでございますが、ドットショップは一番最初に空きドメインが多いことから、いいドメインを一気にいろんな方がお取りになったと思います。で、今はおそらく中国が旧正月終わりますと全世界販売しておりますので、ほぼ巡航ペースが見えてまいります。で、後ほどお目にかけますけれども、様々なサイトがお使い始めていらっしゃいます。多分1日数百件の登録とか1000件の登録がございますんで、毎日だいたい3ヶ月半年経ってからウェブは立ち上がりますんで、これから数ヶ月後に世界中でドットショップドメインのウェブサイトがもうウゴのタケノコのように増えてきて、ドットショップがブランド化してくると思います。で、さらにその中からアマゾンじゃないですけれども、各国の e コマース市場において有力プレイヤーがドットショップを使うことでブランド化が加速し、これからどんどん件数が穏やかな二次曲線で伸びるというふうに考えております。はい。これが今現状を考えているイメージでございます。こちらは1月末の段階でご登録いただいているドメインの国別登録数のシェアでございます。世界では現在167カ国からドメインの取得をいただいておりまして、その多くはご覧の通り日本ではなくてヨーロッパ、ドイツ、中国、オランダ、その次は日本という形でございます。現在の日本のシェアは 12% となり、海外比率が 88% の商材となっております。我々がグループで提供する商材のうち最も海外比率の高い商材となっておりまして、今後の海外売上高の比率を上げるドライバーになるというふうに確信をいたしております。
おそらく、日本企業が提供しているプロダクトで海外比率88%のインターネット商材というのはないと思うんですね。だからその点もご着目いただけたらと思います。かつストック収益を生んでいると。さらにインターネットの e コマースの拡大に極めて貢献度の高い商材であるというふうに考えております。今後のドットショップの戦略について簡単にご説明いたします。先ほど申し上げました通り、超過利益を再投資して中長期の収益の最大化を目指し、積極的にプロモーションを行ってまいります。プロモーションでございますが、試行錯誤した結果ですね、世界各地のドメイン登録業者様、私どもで言うと、私ども国内のドメイン登録は非常に高いシェアを持たせていただいてますんで、お名前 .com とか、ムームードメインとかですね、こういうサービスが世界各地にございます。そのドメイン登録業者様のトップページ並びに検索画面に、プロモーションを行うことが極めて有益であるということが分かっておりまして、世界中のドメイン登録業者様、レジストラ様と、そのようなプロモーションを今年度は行います。そしてこの9月からドメインの更新が始まりますので、更新率、更新単価などを見ながら次の戦略を練って手を打ってまいりたいと思っております。利益がフルで寄与してまいりますのは、分割計上などしております関係からも来年度18年度からになります。攻めの価格設定により新規拡大数を拡大させるとともに更新分母を最大化してストック収益の源泉をさらに積み上げてまいります。さて続きまして海外の状況についてご説明申し上げます。当社グループは現在18カ国62拠点に展開し、海外の仲間たち、パートナーの数は1132名となっております。今期は特に東南アジアでの展開に力を入れてまいります。海外売上高は四半期で約14億円、その比率はまだ 4% とまだまだ少ない状況でございますが、今期は積極的に海外展開に取り組んでまいります。海外はドットショップ、SSL、グローバルサインの SSL の世界戦略商材、この2大商材の卸販売のさらなる拡大と、世界統一ブランド Z.com によるインフラ FX の直販を両軸で展開し、最終的には期限はまだちょっと申し上げられませんが、海外売上比率 50% を目指してまいります。国内50、海外50というグループをイメージしております。ということで、以上で2016年度通期の決算並びに今後の戦略につきましてご説明を締めさせていただきます。16年度も7期連続業績達成をご報告できることができ、グループを代表して株主様、お客様、関わるすべてのステークホルダーの皆様に改めて御礼を申し上げます。引き続き既存商材の成長と最先端技術への取り組みによる最高のサービスを提供するとともに、今期は特にネット金融領域の立ち上げを含み、国内外ともに積極投資をしつつ、業績数字は必ず達成してまいりたいと心に誓っております。引き続きご支援のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。長時間ありがとうございました。すべての人にインターネット。